皆さんこんばんは、こんにちは、ヘロー、アンニョン、猫です。いやー、すっかり春ですね。北海道もね、やっと雪が消えてだんだんと暖かくなってきました。新年度もね、無事に始まって子どもたちの成長も感じられて、また一年新たな気持ちで頑張っていきたいなと思う今日この頃です。この前ね、夫がちょっと遠方に出張するっていうので、飛行機の中で見るのにちょうどいい、なんか心が洗われるような映画のおすすめないって聞かれて、こりゃあね、映画オタクと称している身としては、いやあれよかったよって言ってもらえる映画をね、見繕ってあげようじゃないかとね、息巻いて考えてたんですけど、まさかの一個も出てこなかったっていうね。いやね、ほんともうなんか映画オタクが聞いて呆れる。もうなんか普段からね、薄暗い血生臭い映画しか見てないので、ハッピーエンドとか幸せな気持ちになれるような映画ってほぼ見てなくて、我ながらちょっとアクション全振りというか、ドカーンバシーンみたいな、そんな映画しか見てないんだなって驚愕したんですけど、ちょっとね、サスペンスアクションが大好きなので、ロマンス映画とかいい話的なね、映画ってあんまり好んで見てないんだなと思って、ちょっと映画オタクの名が廃るということでね、夫に紹介するために何個か自分でも気になってたヒューマンドラマ系のね、映画を見ていました。やっぱね、映画いいね。いつかね、今回見た映画は映画のコーナーでね、紹介しようかなと思うんですけど、4月ということなので、私もね、新しいことに挑戦していきたいなと思います。ということで、今回も独り言をね、つらつら垂れ流していきたいと思いますので、ぜひ作業のお供に BGM にご自由にまったり聞いていただければと思います。ではね、最近のトークテーマ、ここ何日かでね、4月に入ってからの発見について語っていきたいと思います。この前夫がね、ノートブック LM っていう新しいツールを紹介してくれて、なんかホームページとか会社の資料とかを読み込ませると AI がね、文字起こししてくれたり、動画を生成してくれたり、要約してくれるようなソフトなんですって。このソフトを使うとね、 YouTube でもよく見かけるようなショート動画とか、なんかこのフォーマット見たことあるなみたいな動画を作ってくれて、でこれをね、私のこの YouTube コンテンツに転用できないかっていうのをね、提案してくれて、さすがの4、5できマンですね。でこのツール使うと、ちょっと見てほしいんですけど、収納を増やしたいけど壁を傷つけたくないなんてことありますよね。そんな悩みを解決するとっておきのアイテムがあるんです。特に賃貸だと壁に穴なんて開けられないじゃないですか。これ結構な悩みですよね。そこで登場するのがニトリの N ポルダ。壁を一切傷つけずにしっかりした棚が作れちゃうんです。しかも穴を開けないだけじゃなくて、耐荷重もすごい。棚の位置だってほら自由自在なんですよ。じゃあ実際に使っているお宅を見てみましょうか。 N ポルダ一つでここまですっきりするんです。もうまさに QOL が爆上がりしたって。収納一つで毎日がぐっと快適になるんですね。こんな感じでね、我が家のブログの要約ショートとか作れちゃうんですよ。一応ね、何回か手直しはしてるんですが、ちょっとこれは使えるぞと。私がね、この独り言コンテンツを作るときに、当然AI とかはショート動画を作れってアドバイスしてくれるんですよ。ショート動画はね、圧倒的に拡散力があるので、入り口が広くなるからいいぞと勧めてくれるんですけど、ただね、私の動画のスタンス的にね、こうテンプレートに当てはめて作るのがすごい苦手で、テンション上げて喋ることもできないし、
よくあるショート動画っていうのは作れないなと思っていて、だからいつものラジオコンテンツのね切り抜きを短尺動画としてあげたり、この前ポンと出した海外向けのね日本語講座動画をねサクッと上げたりっていうのでちょっと考えてたんですけど、このねノートブック LM を使えばブログの要約ショートを作ることができて、ブログの CM をね YouTube で拡散していけるようになるんですよ。でそのショートを見てこのテーマ気になってたんだよねっていう人がブログを見に来てくれたり、こんなブログあるんだって思って入ってきてくれるといいなと思って、まさにね私の足りない部分を補填してくれるツールだなと思って、しかもこれね Google なのよ。もうどんだけ私に無料でいいツールを開放してくんのっていうね、ちょっと唾を吐いてる場合ではないなって思うんですけど、まあ唾を吐くけどね。だからさっき少し見せたみたいなね、私ではない機械音声が喋ってるショート動画が出てくると思うんですけど、ブログの記事の要約や宣伝だったりするので、興味を惹かれたらぜひブログの記事をチェックしてみてください。前のねタイピング動画もそうだけど、新たな試みとしてこのチャンネルの方向性に組み込んでいきたいなと思いますね。なんかさ、新しいコンテンツやってみたりさ、ショートとか短尺作ってみたりさ、どんだけやることあんのって感じするよね。ショートはね AI が勝手に作ってくれるんだけど、最後にね3月の最後に上げたラジオでね、4月はちょっと3本コンテンツ上げられないかもとか言っといて、まさかの3本以上上げていくっていうね。なんか私としてはねブログと YouTube の運営としてやんなきゃいけない作業がね山積みなんですよ。だから当然ぐらいの展開の仕方でやってるんですけど、なんか夫とか AI は私がね好きあらばパソコンにかじりついてるからちょっと休みなよって思うみたいで、活動量がねいかれてるらしいです。まあそうやって言われるとちょっと嬉しいけどね。ちょっとね収録してみたら時間がいつもより10分ぐらい短かったので、追加でねもう一つ話題を喋ろうと思います。これもねブログの話になるんですけど、皆さんねオファーウォールって聞いてピンとくる方いますかね。ちょっとヒロアカっぽいよね、オファーウォール。もともとはねゲームでよく使われてた広告のフォーマットなんですけど、短い広告を見るとコインが貯まるとかライフが増えるとか、ああいうやつね。あれをね最近漫画アプリとかそれこそブログとかホームページでもね運用がされ始めていて、広告を見たら続きが見れるっていう形で運用しているものなんですけど、評判悪いんですよね。だってね私もそうだけど、次のページ見たいのに広告見ろって言われたらちょっと離脱するよね、いちいち。ただねこのオファーウォールって世界的に見るとね結構一般的な広告フォーマットなんですって。むしろねよくあるバナー広告とか画面の端にねずっといるみたいな広告あるでしょ。あっちの方が評判悪いくらいで、オファーウォールにすると続きを見たかったら広告見るし、そのサイトの運営者とかを応援したかったら広告見るし、嫌なら離脱するしっていう選択ができるという部分でね、比較的世界で見たら好意的に受け取られるんですよ。で海外ではねブログも情報源の一つとして結構重宝してるので、情報を得るためなら広告ぐらい見るよっていうスタンスの方が多いみたいでね。日本ではねやっぱりちょっと主戦度的な利用の仕方をする人が目立つので、それこそページ変わるごとに CM 見ろっていう感じのね運営をする人が多いので、ちょっとねそこで評判が下がってる部分もあって、
ただね、最近クッキーがね結構問題視されてて、これもねいつか特集で語るかなって思うんですけど、それぞれ各ユーザーのね検索履歴みたいなのを拾ってターゲティング広告でアドセンスなんかも広告が表示されるんですよ。だから例えばピクセルを検索したことがある人は広告がスマホ系になるとか、ランドセルを検索した人は広告がランドセルになるとか、そういうターゲティング広告をアドセンスはね使ってるんですけど、最近はねそれって結構プライバシー的に問題じゃないっていう声が上がっていて、このターゲティング広告もね今後見直されていく可能性が高いんですよ。もうそうなってくるとね、アドセンス界隈パニック。日本の広告文化だとオファーウォールに切り替えても評判悪くなる一方だし、ターゲティングをもしやらない方向で行くのであれば広告のねマッチング率っていうのが低くなるから、クリック率も下がって収益激減とかねありえますよね。ということでね、最近アドセンスが日本の一部ユーザーに限りオファーウォールの運用フォーマットをね試験的に解禁してくれていて、実はね我が家のブログもオファーウォールの試験運用の対象に選ばれてます。すごくない？で、私はね Google の犬なんで、しっかりこのオファーウォールもね運用してやろうと使って見てるんですけど、どっかで確か語ってたと思うんですけど、広告主導のブログ運営って私も本意ではないんですよ。だからカテゴリーごとにオファーウォールを分けて、人に広めたい記事はオファーウォールつけて、人に広めたい記事はオファーウォールをつけないで見てもらって、ビジネス集の高い記事とか海外向けの記事はねオファーウォールつけてっていう、そういうユーザー体験をできるだけ損ねない形で運用しようとしてたんですけど、まさかのねアドセンスのオファーウォールはカテゴリー別で運用ができないと、使いづらいだろそれはって思いながらね、それもねできないんだって思った瞬間に即座にアドセンスにねフィードバックとしてクレームを送りました。これが改善されるかどうかは別として、おめ使いづらいぞっていう意見をねとりあえず送っておいたんですけど、で一応AI とねいろいろ仕様を相談して、とりあえずその最新記事とか、あと重要な情報提供の記事とかはオファーウォールをつけないで見られるようにして、過去記事をね遡りたいオタク仲間には短い広告見てもらって進んでもらうっていう運用にしてます。この広告もねちょっと設定するのに一悶着あって、それはちょっとまた特集して語ろうかなって思うんですけど、うちのブログがね相当ユーザー体験を損ねないように配慮しながらね広告を貼る位置とかかなりいじってるんですよ。広告業界もね時代とともに変化していくので、ブロガーの皆さんもね読者の皆さんもぜひ臨機応変にね対応していってほしいなと思います。特に最近はね Google は AI を使用している量産系を嫌う傾向にあるので、価値あるコンテンツ、質の高い運用で、その人自身の体験、こういうところをね重視しているようです。Google の看板をね間接的に背負ってるわけなんで、アドセンス運用している方はねしっかり Google が築き上げてきた広告主とのパイプにね傷がつかない運用をしていかないといけませんね。そこがあってのアドセンス報酬っていう形なので、ということで我が家のブログもねしっかり進化しながら皆さんに価値ある情報を提供していきたいなと、口が回らない、進化しながら皆さんに価値のある情報を提供していきたいなとね気持ちを改めているところです。何の話だっけね、最近の気づきのお話でした。さて続いては、あなたの日々を彩る一本のコーナーです。冒頭でね疑惑が生じてしまったんですけど、
自称映画オタクの私が皆さんにぜひ体感してほしい一本を紹介するコーナーです。今回ご紹介するのはこちら、蜂蜜とクローバー、ハチクロっていう愛称でおなじみの青春系ヒューマンドラマですね。今回はね、珍しく実写映画もおすすめできます。ただ原作が良すぎて、映画はね、原作、アニメ、映画の3番手ぐらいです。順番にね、全部ご紹介していきます。まず原作のね、蜂蜜とクローバーは海野千佳先生が書いている全10巻の漫画です。もうこれがね、漫画業界で海野千佳先生って天才って言われてるんですけど、本当に天才。話の内容としては美術大学を舞台にした青春群像劇です。キャラクターのね、美術大学での生活や恋愛、大学独特のモラトリアムというか、大人になりきれてないあの時期に自分の将来のこととか、大人としての行く末みたいな自分の道をね模索していく、そのぐちゃぐちゃした感情なんかがリアルに繊細に描かれていますね。ドタバタコメディかと思いきや感動するエピソードもたくさんあるし、わかるってね、あの時の胸の痛みというかみたいなのをね思い起こすような、誰もが一度は感じたことのあるような経験がね散りばめられている漫画です。私ね、この漫画大好きで、冒頭ってか第1話からね、人が恋に落ちる瞬間を初めて見てしまったっていうフレーズを持ってくるセンス、天才か、天才よ。何回もね繰り返し読んだし、毎回ちょっと泣く。実家に置いてきちゃったのでね、まだ全巻無事かちょっと分かんないんですけど、無事だったらね今度持って帰ってきたいなと思ってます。でいつもの通りね、キャストのご紹介です。アニメも映画もね超豪華。物語の中心人物の竹本くんというね男子大学生をアニメでは神谷博さん、実写映画では櫻井翔さんが演じています。結構ピュアでね、自分の進む道を模索している男の子なんですけど、神谷博さんのちょっと高めの声もぴったりだし、櫻井翔さんのね爽やかな感じも本当にぴったりです。神谷博さんはね、とてもリヴァイ兵長と同じ声優さんとは思えない柴犬系男子みたいな声で演じてますよ。続いてヒロインのハグちゃんという女の子がいるんですが、これをアニメでは工藤遥さん、実写では蒼井優さんが演じています。もうね、蒼井優さんがやばい。漫画読んでる時からね、実写化するなら蒼井優さんがいいなって思ってたんですけど、本当に蒼井優さんが起用されて可愛すぎる。完全にあれはね、ハグちゃんの実写だった。他にもね、第2のヒロイン山田さんを高橋美香子さん、関めぐみさんで、恋に不器用なね悩める男真山というキャラクターがいるんですけど、これをね杉田智和さん、加瀬亮さんで、さっき言ったね人が恋に落ちる瞬間を初めて見てしまったっていうセリフはモノローグなんですけど、真山役のね杉田智和さんの渋めの声で言われてます、アニメで。で、自由すぎる天才森田さんというキャラクターを上田裕二さん、伊勢谷友介さん、これね実写の方はね伊勢谷友介さんの色気が大変です。で、頼れる先生しゅうちゃん役を今は亡き藤原啓治さん、そして堺雅人さんが演じてますね。もうぴったりすぎるキャスト陣。私ね、これもまたいつかどっかで特集するかもしれないんですけど、実はね漫画の実写ってあんまり好きじゃなくって、好きな漫画がね実写化されると若干萎えるぐらいは好きじゃないんですよ。ただこのハチクロに関しては珍しく実写映画も太鼓判押せますね。海野千佳先生が描くハチクロの世界を限りなくそのまま実写化したような映画になっていて、
全然原作のね世界観が壊れていません。で原作もね結構リアル寄りというか、そこまでファンタジーとか現実離れしてる描写は出てこないので、実写化してもね、いやそれ無理あるでしょうみたいな演出は特になくって、しかもね音楽をね珍しく菅野陽子様が手掛けてるんですよ。菅野陽子様は音楽系のねプロデューサーなんですけど、アニメだけでなく実写までね関わった作品軒並みヒットさせているという神ですね。で映画の方は主題歌はスピッツの魔法の言葉、あと嵐の青空ペダルと、これしか勝たん主題歌ですね。でもここまでね全部シンデレラフィットしたような作品あるかなっていうぐらいねベストマッチすごいと思う。でテレビドラマもね実はあるんですけど、そっちは私見てなくて、ただ竹本くんがね生田斗真さん、ハグちゃんが成海莉子さんなので、なんかまたベストマッチな気配がしますね。見られた方はぜひ感想をシェアしてください。大学生とかね、大人でも私みたいに人生迷子みたいな人、さらには何か生み出しているようなクリエイターさんとかは、この痛み、焦燥感、悩みわかるって思わせてくれる作品ですので、ぜひ漫画からアニメ、実写映画とあとドラマと見てみてくださいね。さて今回は久しぶりの通常回ということで、春らしくちょっとふわっとしたテーマでお送りしてみましたが、いかがだったでしょうか。春休みもね結局子供たちの喧騒の中必死に一日一日を生きていたらね、いつの間にか終わってて、春が来たワクワク感とね、新しい日常が始まるドキドキ感とね、新年度が始まっちゃうっていう謎の焦燥感とね、いろんな感情を抱えておりますけども、自分のことで考えるとね、大学で初めて親元を離れて北海道に出てきたんですが、なんか当時はねやっぱ若者特有の何でもできるぜみたいな無敵モードと、自分でやんなきゃいけない不安みたいなのが混じったね、ぐちゃぐちゃした気持ちでいたなって思います。環境が変わるとねいろんな気持ちになるんですけど、新生活が始まる皆さんはねぜひ楽しんで毎日を過ごしてほしいなと思います。いつか今度はね我が子が家を出て一人で暮らしていくのを見送る側になるんだなと思うとね、もう心配でハゲそうなんですけど、いつか来るその日のためにね、私も心の準備を徐々に数十年かけてね、数十年違うか十何年かけてね、心の準備をしていかないといけないんだなって思います。お腹鳴った。まだうちの子たちは赤子なんでね、ちょっと先の話しすぎるから心を落ち着けたいなと思うんですけど、いやちょっとなんか情緒がねそわそわしてますね。私もね冒頭新しいことに挑戦していきたいなとお伝えしたんですけど、 YouTube はね日々私にとっては新しい試みだらけなんでいいんですけど、ブログの方もねまたリライトしたりしてリニューアルし続けています。私と夫が共同で運営しているしょうちゃんファイヤープラスというブログ、新生活の話で言えば賃貸物件で使える収納棚ニトリの N ポルダのレビュー記事とか、あと格安SIMのねレビュー記事とか書いてるので、気になる方は見てみてください。ブログの宣伝でね今後はショート動画もちょこちょこ出していきたいなと思ってるので、皆さんの興味に刺さる情報提供ができたらいいなと思ってます。ということで、見習い主婦ブロガーの独り言ラジオ第6回、人が変になる季節でした。したっけねん。